ャンネルへようこそ。今日はミックスベリーのクランブルケーキを作っていきたいと思います。トレイベイクって最近よく言うかもしれないんですけども、スクエアケーキというこういう四角い型にケーキを入れて、上にカリカリのクランブル、クッキーのようなコロコロコロっとしたクランブルを乗せていきます。で、オーブンに入れて焼くだけのシンプルなケーキなんですけど、今日はミックスベリーの冷凍でいくんですけれども、ブルーベリーだけだったりラズベリーだったりピーチだったり季節のフルーツを放り込んで焼くだけでバリエーションがいろいろとできると思いますので、レパートリーの一つに持っておくととても便利なので、ぜひ作ってみてください。ではまず型の用意からしていきたいと思います。今日は21センチ角の型を使っていますけれども、お家にあるのが例えば18センチだったり20センチだったり、多少の違いは全然構いません。薄く焼けたり分厚く焼けたりするだけなので、大体の大きさ丸でも全然いいです。で、型にバターを塗ったりっていうのもあるんですけれども、取り出しやすく洗い物も楽なので紙を敷いていきます。ベーキングシート、オーブンシートとしているものですね。だいたいあまりにも長かったら切ってください。斜めに切るやり方でもいいですよ。どっちが好きかやってみてください。斜めの方はこう合う。四角い方は合わせる。これで OK で型敷けました。置いておきます。では次に上にのせるクランブルを作っていきます。材料はバター、冷蔵庫から出したての方がいいんですけれども、硬くって扱いにくいより気持ち室温に戻ったぐらいでも全然問題ないので、柔らかくないものを使ってください。カリカリに仕上がります。冷たい方が。グラニュー糖と入れていきます。お塩小さじ8分の1、だいたいしっかり1つまみです。あと小さじ1のシナモンと薄力粉、小麦粉です。振るわなくて大丈夫です。で、手でクランブル状にしていきます。だいたい全体を混ぜてからいきましょう。混ぜてバターを指の腹の間でこうつまんで潰すんです。そこに粉をまぶしていく。つまんでひねる感じ。これフードプロセッサーがある方はフードプロセッサーであっという間にできますので、最初に粉類を入れてひと混ぜしたら、ちゃんと冷えているバターを入れてサラサラの状態に持っていってください。粉っぽいところがなくなって全部まとまってくるぐらいまで混ぜてください。これぐらいです。で、これをまたのせる時にこうほぐしながらのせていくので、この状態で一旦冷蔵庫に入れておきましょう。次にケーキ生地を作っていきたいと思います。こっちの方のバターは室温に戻したバターです。なかなかずっと置いていても柔らかくならない場合はレンジにかけてください。100W、200W で10秒ずつぐらい様子を見ながら指が入るぐらいの柔らかさにしてください。牛乳もちょっと室温に戻しておいてください。キンキンに冷たいとバターが固まって分離しがちなので気をつけてください。粉類を先に一つにまとめておこうと思いますので、薄力粉とグラニュー糖と今貴重なベーキングパウダー小さじ2です。2とお塩小さじ1/2入れます。で、一旦ふるっておきましょう。ちょっと粗塩を使っているのでお塩がどうしても残るんですけれども入れちゃいます。ボウルにバターを入れます。今日はどんどん入れていくだけなので、バターに卵入れちゃいます。
牛乳も半分ぐらい入れます。だいたい混ざっていればでどんどん加えていきます。今回のミックスベリーのクランブルケーキ、コーヒーケーキというものの一つなのですが、決してコーヒー味でもコーヒーが入っているわけでもないのです。週末の朝、教会へ行った後、このような混ぜて焼くだけクランブルケーキを焼き、帰宅後自宅でゆっくりコーヒーと一緒に楽しむという習慣があり、私もホストシスターに教えてもらいよく作っていました。紅茶文化の英国では、紅茶のお供にぴったりなケーキをティーケーキと呼ぶのと同じように、コーヒーのお供にぴったりなカリカリクランブルの乗ったケーキをアメリカではコーヒーケーキと呼びます。中に入れる具材のチョイスは無限ですので、週末の朝、家中をオーブンからの甘いシナモンの香りで満たしてみてはいかがでしょうか。はいとバイしか英語が話せない状態でスタートした高校生の私のアメリカでの1年間、影響を受けたベーキングに関しての思い出話はおいおいお伝えしていきたいと思います。そしたら手で混ぜちゃいます。で、ここにベリーを入れます。冷凍庫から出したベリーです。ミックスベリー。ちょっと大きいものは切っておくといいと思うんですけど、ラズベリーとか手でクシュッと潰せます。いちごも大きいものの冷凍でしたら 1.5 センチ角ぐらい、またはブルーベリーぐらいに合わせるといいと思います。ブルーベリー1センチぐらいですか。ブラックベリーも大きいので先に切っておきました。これが4種類入っています。こんなに入ります。きれい。ちょっとマーブル状になるぐらいが可愛いと思いますので、オーブンの予熱です。だいたい全体に混ざればいいですよ。そしたら用意しておいた先ほどの型に入れていきます。かわいい色。お菓子作り、こういうかわいい色とかいい匂いとか、そういうのが楽しみの一つだと思いますので、癒されながら作ってください。ちょっとスプーンの背とかナイフとかフォークでもいいです。使って伸ばしてください。表面を平らにします。だいたい同じぐらいの高さになっていたらオーブンに入れますが、さっき作ったクランブルのせますよ。これあらかじめ作って冷凍しておくこともできますので、ジップロックとかに入れて冷凍しておくとやる気が出ますね。こうして冷凍庫から出した状態でのせて問題ないです。ちょっと場所を変えてできました。これでオーブンに入れます。じゃん。ちなみに今日のエプロンもスイーツマニアックのエプロンです。ハートのフリフリです。焼き上がりました。お、熱気が。少し置いてから型から外しておきたいと思います。そして出しておきます。完全に冷める前に置いておきましょう。切ってみました。断面こんな感じです。ベリーがいっぱい入って上がカリカリのクランブルになっています。ちょっと生クリームなどとろりと添えて召し上がってみてはいかがでしょうか。ミルです。ミカです。ミルちゃんはもうケーキばっかり見てます。一緒に食べてみたいと思います。いただいてみたいと思います。いただきます。カリカリと下のねちっとしたところに酸味が入ってバランスよく美味しいですよ。これ1日置いてちょっとずっしりしたぐらいも美味しいと思います。今日はミックス
ベリー4種のベリーで作ってみたんですけれども、夏の暑い時にはココナッツとパイナップルとか、秋とかはマロンとか、キャラメルとかでもいいと思います。いろいろとこのベースを元にアレンジが効きますので、皆さんだけのオリジナルとか考えていいものできたっていう時にはぜひ教えてください。今日もご視聴ありがとうございます。今回のケーキはいかがでしたか？全く同じではないんですけれども、かなり前に出させていただいたこのスイーツマニアックの12ヶ月のプレゼントスイーツの春のページに似たようなベリーベリーなクランブルケーキというタイトルで載っています。この時はシナモンが入っていないクランブルなんですけれども、生のフルーツを使って載っていますので、ご興味のある方、もしくは持ってるっていう方は比べて作ってみてください。あとリカチャンネルではスイーツマニアックの見て楽しい、食べて美味しいお菓子はもちろんなんですけれども、そうですね、こんなのっていうちょっと楽しい企画とか、テーブルコーディネートの楽しみ方とか、キッチンツールのご紹介とか、いろいろと考えていますので、また楽しみにしていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。